毎日毎日気がくさくさするような長雨が灰色の空からまるで小ぬかのように降り込めている梅雨時の夜明けでした。ちょうど宿直だった私は寝ぼけ眼で朝の一番電車を見送ってやれやれと思いながら、先輩であり同時に同僚である吉村君とポツポツ帰り支度にかかろうかと、ようやく白みかけた薄墨の中に5分を溶かしたような梅雨の東空を詰所の汗の浮いたガラス戸越しに見つめていた時でした。思い出したように壁掛け電話がチリンチリンチリチリンと呼び出しを送ってきたのです。そばにいた吉村君がすぐ受話器を外しましたが、え、何？ポンコツか。どこに？うん、うん、と言ってガチャリと電話を切って、おい、ポンコツだとよ。今の番が見つけたっていうから終電車にやられたらしいな。と腐ったような顔をして言うのです。このポンコツというのは我々鉄道屋仲間の言葉で歴史のことを言うのですが、私も昨年学校を出てすぐ鉄道の試験を受け、幸い合格はしたものの、どういう関係か散々じらされた挙句、採用になったのは秋でしたので、この梅雨の季節を迎えるのにはまだ半年ばかりしか経っていなかったのです。しかし、それでも私の仕事が保線区であったせいか、すでに3、4回のポンコツに行き合っていました。中でも一番すごかったのは、やはり若い女の時で、これは覚悟の飛び込みだったそうですが、そのせいか、ひどく鮮やかにやられていました。ちょうど太ももの付け根と首とを引かれ、両足はそのももの付け根のところで、ペラペラな皮一枚でつながっていて、うねうねと伸びているのを見たときは、そしてそうなってまで右の手で着物の裾をしっかり押さえているのを見たときは、我ながらよくも一人で詰所までやってきたと後からも思ったほどでした。その2、3日は飯もろくに食えずに、下の根がヒリヒリするほど唾ばかり吐き散らしていたものです。もう一つこれは聞いた話なのですが、やはり18区という若い女のポンコツがあって、検視も済んで、さあバラバラになった体を集めてみたが、どうも右の手が足りない。いくらその辺を数丁にもわたって調べても見当たらないというのです。まさか野良犬が加えていったのでもあるまいが、というので、いろいろ調べてみましたら、すでに車庫に回されていたその引いた電車の車輪の一つを、その手のひらだけの手袋のような手でしっかり握っていた。実に怖かったそうです。検車係が仕事用の軍手が置いてあるのかと思ってひょいと取ろうとしたとろう。ひょいと取ろうとしたら、関節からすっぽり抜けた若い女の手のひらで、その血まみれの口から真っ白い剣が2、3寸ばかりも抜け出ていたそうで、苦し紛れにはっしと車輪を掴んだんでしょうが、それを取るのに指一本一本を拝むようにやっと取ったと言いますから、すごい話です。どうもだいぶ横道にそれてしまいましたが、で、その夜明けのポンコツの知らせを受けて、私と吉村君と、それからやはり泊まり番だった甲府の3人ばかりとで、とりあえずガソリンカーで現場へ出かけたのです。そこは中央線の東中野を出て立川に行く全国でも珍しい直線コースが、立川からようやくカーブして日野へ行く、その立川日野間のほぼ真ん中あたりというのでした。申し遅れましたが、私は当時立川の詰所にいたのです。ガソリンカーといってもトロッコに毛の生えたようなものですが、これが思ったよりスピードを出すもので、私たちは振り落とされないようにしっかり捕まっていながら、寝不足と霧雨とに悩まされて、すっかり憂鬱になっていました。と、甲府の一人が思い出したように、おう、倉さんのおっかあも去年のこんな時だったじゃねえか。すると、そうよ、この先あたりだったな。あれもひどかった。と、もう一人が相槌を打つのです。この倉さんというのは古株の甲府で、実に筋骨隆々の巨体感。
私なんか手に負えないセメン袋をひょいひょいっと2つも両の小脇に抱えてしまうバカ力を持った男で、腕っぷしのものを言うこの仲間でも一目も二目も置かれている男です。その上ひどく酒癖が悪く、酒を飲めば決してまっすぐに家へ帰れないという悪病を持った男で、そのために細君は彼の不死だらと家計の苦しさを恨んだ挙句、病みつかれていた肺病も手伝ったのでしょうか。去年私がまだ来る前に飛び込み自殺をしたということで、これは私も以前から聞き知っていたことです。また余談になりましたが、ガソリンカーがビュービュー走っていきます。線路の両側にうっそうと続いていた森が突然ばったりと途絶えると、定規で引いたような直線レールがはるか多摩川の方にしらじらと濡れて続いています。急に森を抜け出たせいか、吹きざらしの車の上にいると霧雨が肌にまで染み通ってきて、ゾクゾクした寒さに襲われてきました。とさっきの甲府が言うのです。いけねえよ、おい。今日は17日じゃねえか。倉さんのおっかがポンコツ食った日だぜ。誰も返事をしませんでした。ところが吉村君が私の耳元で、ポンコツ食ったっていうのはこの辺なんだぜ。そうささやいたかと思うと、急にガソリンカーがぐーっとスピードを落として止まってしまったのです。思わず伸び上がってみると、2、3軒先の線路の脇に黒っぽい着物を着た男がゴロンと転がっていました。みんなが無言でぞろぞろ行ってみますと、まるでレールの上に寝ていたのじゃないかと思われるほど、見事に太ももと首とが引き切られているのです。首がねえな。そう言って一人が小腰をかがめて見ていましたが、あんなとこに立ってやがる。そういった方を見ると、なるほど、首だけがまるで置物のように銅鐘の砂利の上にちょこんと立っているのです。チェッと舌打ちした甲府がその首を拾いに行きましたが、いきなり「ギャー!」というような声を漏らすと、泳ぐような格好をして駆け戻ってきて、倉さんだ。ガタガタ震える手でその首を指さすのです。倉さん？みんなは思わず襟首に流れ込んだ霧雨の雫をひやりと感じて顔を見合わせました。ちょうど今もその話が出たばかりですし、屈強な甲府たちもさっと顔が青じらんでしまいました。しばらくしてからやっとみんなで固まってその首を拾いに行ったんですが、なるほど、その首は倉さんでした。しかもポンコツの苦しみというよりも、その首だけマスクのような、顔には何を見たのかゾッとするような恐怖の色が刻み込まれているのでした。とその時私は嫌なものを見てしまったのです。その首のそばに四五尺もあるような青大将がズタズタに引き切られているのです。ぎくりとした途端に自分でも頭から血がスーッと引いていったのを覚えています。吉村君や他の甲府たちもすぐそれに気づいたのでしょう。わざと目をそらしているらしいのです。一人の甲府がカサカサな唇をパクパクさせていましたが、おっか、恨むなよ、と口走りました。急所をつかれたようにハッとして見合わせたみんなの顔は、どれもこれも紙のようにしらけて、そこに転がっている倉さんの生首そっくりでした。私たちが詰め所に帰ってやっと一息入れていますと、夕べの終電車と今朝の一番との運転手の話が伝わってきました。それによると、今朝の一番の運転手は自分が通った時はもうその死骸があった。確かに死骸になっていた。それは2、3軒手前でわざわざ車を止めてレールから傍らに引っ張って下ろしたのだから間違いないというし、車掌もそれを証言するそうです。ところが終電車の運転手は確かにそんなポンコツはなかったというのです。第一、あそこはちょうど森の切れた両側は一面の開けた田んぼですし、
線路にそんな男がいたらきっと見つけるはずだし、あんな頑丈な男だったら車のショックでもわかるはずだというばかりか、その終電車の車掌がこんなことを言い出しました。というのは、最後部の乗務員室で背をもたれながらぼんやり飛び去っていく窓の外を見ていますと、ちょうどあの辺りで窓から漏れるルームライトの光の中にふっと人影を見たというのです。それは立って歩いている人影で、しかもレールを挟んで右側を黒っぽい着物を着た男が、そして左側を痩せ型の女らしい人影があった。その車掌もおやっと思っても一度確かめようとしたのですが、何分ヘッドライトもないし、次の瞬間にはルームライトの光の外に闇に消えてしまったというのですが、これを聞いたとき、私たちさっきの青大将を見た連中は唇の色を失っていました。それにしても自殺などするはずもない倉さんが非番の、しかも真夜中になぜあんな線路を歩いていたのか、一直線の見通しの利くところでなぜポンコツを食ったのか、そして田んぼの真ん中のレールの上にどこから青大将が来て引かれたのか。吉村君もそうらしかったのですが、私は今日がちょうど倉さんが生前虐待指導士だったという細君の恨みを飲んで自殺したという同じ日の同じ場所であったばかりか、そこへ得体の知れぬ青大将が心中するように寄り添っていたということや、車掌の見たという男女の人影のことと、あの血みどろの恐怖に目の玉が半分以上も飛び出していた凄まじい形相の倉さんの生首とを思い合わせて、しっとり濡れたシャツの肩のあたりが変にゾクゾクと鳥肌立ってくるのでした。しかもその晩はお通夜なのですが、この辺りは収支の関係上が今でも土葬のしきたりだそうで、身寄りもないし、結局同僚だけで簡単な不気味なお通夜を済まし、妊婦を頼んで細君の墓場の横を掘ったのですが、たった1年しか経たないのに、いくら掘っても細君の棺桶が見当たらないというのです。ようやくそれらしいところを掘り当ててみますと、ただ土穂の中がポカンと少しばかりうつろになっているばかりで、そこから地上に向かって直径一寸ばかりの穴がひょろひょろと抜け通っている霧だったのです。私たちはしょぼしょぼと降り続く林雨の中に無言のまま立ちすくんでしまいました。